皆さんこんにちは。マレーシアを拠点にファイナンシャルアドバイザーとして活動しているゆうこです。今日のお金のお勉強ですけれども、人生最大の買い物、マイホームを本当に購入すべきかというお話をしていきたいと思います。でこちらで視聴者の中にはマイホームに憧れている方は結構いるのではないかなというふうに感じております。私もね、その中の一人だったんですけれども、実際に、マイホームというものは、ニュージーランドの方で、購入していました。マイホームでね、新築を建てたりだとか、中古の、物件を買ったりだとか、そちらの家でね、子育てですとか、家族の時間を楽しんで思い出作りの場にすると。でそして子供にとってはその家がですね、実家となり、里帰りしてでおじいちゃんおばあちゃんでお父さんお母さんに会いに行くという形が、ほとんどかと思いますね。こちらが、今回の、目次となります。1つ目にデータをもとに日本の持ち家と賃貸暮らしの現状、2番目に持ち家のメリットデメリットで、3番目に賃貸暮らしのメリットデメリット、そしてですね4番目に、実例をもとに家にこだわらない暮らし方をご紹介していきたいと思います。じゃあ早速本題に入っていきましょう。こちらは2019年9月30日総務省統計局のデータです。日本の総住宅数はなんと6240万7000戸だそうです。総住宅数に占める日本の持ち家の割合は 61.2%。1973年以降では1938年の 62.4% が最も多く、その後は 60% 前後で推移しているという結果が出ていました。でそしてじゃあ家賃の割合はと言いますと、総住宅数に占める家賃の割合は 35.6% という統計が出ております。こちらね、日本のデータなんですけれども、じゃあ海外はどうなのかということで、これプロパティガイド2020年のデータによりますと、ニュージーランドの総住宅数に占める持ち家の割合は約 64.5%、マレーシアはですね、なんと約 85% が持ち家ということなので、こちらね、もうかなり国によっても大差があるなというふうに感じました。言えることはですね、生涯かけて持ち家と家賃にかかるお金はほとんど実は変わらないということなんですよね。住宅購入というのは初期費用がすごくかかります。ローンの1割から2割の初期費用がまず必要ですよね。例えば3000万円の住宅を購入するのであれば、2割の頭金ですと600万円が必要となります。ローン完済後はローン返済額がなくなるんですけれども、固定資産税やリフォーム費用なども考慮に入れないといけないということです。そして家賃暮らしの場合は初期費用は住宅購入よりは礼金敷金など数十万円で収まるので、初期費用というのは低く抑えられますね。しかし老後生活も家賃生活ですので、65歳からですね、老後生活を迎えるとして、毎月の家賃かけるの、80歳まで生きるとして20年間分を用意しないといけないというお話ですね。目次の2つ目、持ち家のメリットとデメリットをお話ししていきます。住宅を買うメリットの一つとして、ご自身の資産になりますよということです。こちら資産ということですので、例えばローン完済後はですね、生存中もしくは亡くなられた後にお子さんがいるのであれば、お子様に持ち家を相続できるというメリットもありますと。でもしですね、このお家というのがある程度価値がありまして、で、売却すると。でその時に利益が出るのであれば、もちろんこちらのね、現金としての資産になりますということです。で2番目に住宅ローン完済後は老後は安心という話ですね。この安心というのは毎月の、これまで35年、25年どちらでもいいんですけれども、今まで払ってきたこの毎月分のローンの返済額がなくなると。なのでこの老後というのはこの返金ということでお金を使わないでいいということですね。しかし介護が必要になる場合ですね、老人ホームで老後を過ごすっていう方も結構いらっしゃいますよね。その時は介護費用も必要になりますねというお話です。で3番目にご自身が好きなように
内装をアレンジできると。もちろんこちらはそうですよね。例えば車椅子になられたとかっていうことであれば、ご自身の持ち家ですので、好きなように、家の内装というのを、アレンジができるということではメリットではあります。はい。で、そして家を購入すると税金が戻る住宅ローン控除という制度もありますので、こちらに関しては税金対策になりますよということですね。反対に住宅を買うデメリットは何なんでしょうか。はい、見てみましょう。住宅を買うデメリットの一つとして維持費がかかるということなんですよね。これローン返済額とは別に固定資産税ですとか都市計画税ですとか、管理費などは、持ち家である限り払い続けないといけないということですね。この管理費とかっていうのはですね、一戸建てではなくて、マンション、アパートに多い事例だと思います。はい。そしてデメリットの2つ目。高齢になるにつれてリフォームが必要になることもあるということですので、先ほどのね、車椅子の例も出しましたよね。ローン返済と並行しながらリフォームの費用を貯める必要がありますよということですね。はい。このお家に関する費用っていうのは、基本的にもう実費ということなので、リフォームを検討されているのであれば、他にですね、このリフォーム費用ということで貯蓄しないといけないですよという話です。はい。デメリットの、3番目ですね。住宅ローンを組む際に多額の頭金が必要という話です。3000万円の家を購入する際に、2割の頭金だとしたら、600万円を用意する必要があるという話をしましたね。こういった大金がですね、ご家族の援助なしで、ご自身家を買う、夫婦でもいいんですけれどもを貯めていくというのは結構難しいことではあるかと思います。はい。こちらに関しては以上デメリットということでリストアップしています。はい。次にデメリットとしては、大きな住宅ローンを長期にわたって背負うということですね。この日本社会晩婚化、そしてですね、給与ですとか、雇用などの背景ということで、自由なライフスタイルを求める方も多くなってきているというのは実際の傾向だと言えると思います。で、これ長期にわたって背負うということなので、例えば40歳で結婚して35年ローンを組むと、そういうことであれば75歳でローン完済という話になりますよね。私のですね、お客さんの中では、実際に40歳でローンを組んだと。で、完済する時期っていうのがご本人が75歳ということなんですよね。で、彼が狙っているのはこの退職金を当てにして、でそのお金をローン返済に回すという、ことですよね。しかし退職金というのも今後ね、いくらもらえるかなんて、想定できない感じにはなってきているので、こちらはリスクかと思います。はい。で、あと次にデメリットとして簡単に引っ越しができないということですよね。一定の土地に縛られたくないですとか、隣人とのトラブルですとか、お子さんのね、学校でのトラブルとかいろいろあると思います。持ち家ですと簡単に引っ越しができないということですよね。はい。そして次に投資目的で家を購入する場合、不動産価値が下がることも多々ありますよということですね。日本に関して言いますと、40年ぐらいも経つ、家というのはなかなか価値がないというふうに言われていますね。ニュージーランドは逆ですけれども、はい。で、こちらね、資産が目減りするということで、ジャパントゥデイというニュースに書かれてありましたね。9月30日付のニュースだったんですけれども、東京、大阪、名古屋、日本の第3都市での、統計なんですけれども、平均土地価格というのは 0.3% 低下しましたよと。で、この7年で初めて価格低下があったということですね。で、大都市以外、平均土地価格というのは全体的に見て 0.9% の低下ですと。沖縄の宮古島というのは相変わらずの不動産ブームで、37.3% の成長率ということで、はい、書かれていましたけれどもね。投資目的で購入されているのであれば、もちろんですね、この不動産価値が下がることもありますよということです。目次の3番目です。家賃暮らしのメリットとデメリット。はい。最近、不動産に興味のない人が
急増しているという傾向にあるようです。人生の自由と選択肢がある方っていうのは、一定の土地に縛られたくないですとか、自由なライフスタイルを求めたいと、その例の一つとしてノマドワーカーなど、各国を転々として、国内でもいいんですけれどもコンピューター一つでお仕事をするという方たちも増えてきています。はい、実際ね、単身だからできることではあると思うんですけれども、家族がいるとなかなかそうはいかないのではないかなという感じはします。家賃のメリットの一つとしてですね、住み替えが可能ということです。このノマドワーカーですとか、他のね、もうサラリーマンでもいいんですけれども、この土地にですね、環境になかなかちょっと合わないということであれば、住み替えが自由にできるということですね。あとは修繕の必要がないということですので、例えば何かこう物件に欠陥があるとかね、あることであれば、こちらオーナーさんに、お願いしてで、いろいろと直してもらうというのが、ありますよね。なので自分のポケットから自己負担で何かを直すとかっていうことではないということです。はい、そしてご自身の家ではないので不動産価格の下落の影響を受けないということですよね。ただテナントとして入っているわけですから、そこに関してはね、特に影響を受けないということですよね。あとは災害による資産の目盛りがないということだと思います。はい、災害の地区ということで指定されているところであれば、実際にねこの不動産の価値というのは、必ず下がりますので、その影響がないということですね。はい、次に家賃のデメリットということで、実際にね、誰かの住宅ローンを払っているというイメージではありますよね。誰かの不労収入になっているということですので、ご自身は借りている身ですから、ご自身の資産にはならないということですね。あとは簡単にリフォームができないということです。はい、あとは老後も家賃が継続的に発生するということですね。で、次に高齢者になればなるほど、賃貸の新規契約が難しくなるという現状は実際にありますと。はい、では次に大家さんの都合で賃貸していた家をですね出ないといけなくなる可能性もなきにしもあらずということですね。はい、なので大家さん次第でね、結構ご自身が家を出るのか出ないのかということでちょっと影響を受けやすいというのはこちらの意味ですね。目次の4番目、事例をもとに家にこだわらない暮らし方ということでお話ししていきたいと思います。こちらの面白い老後の過ごし方、もちろん現役、世代の方もそうなんですけれども、これニュージーランドで私が銀行員していた時のお客さんのお話ですと。はい、だから2方いらっしゃったんですけれども、1人はですねヨットで暮らすと。自前のヨットがあるわけなんですよね。で、結構内装とかも素敵で、一人で暮らすのであれば、そこまでで、家にこだわらなくて、いいかなという形では、感じはしましたね。これもライフスタイルということなので、ご本人が、求める、暮らし方ということになります。で、あと1件なんですけれども、世界一周のクルーズ船で老後生活をすると。で、こちらね、年配のおばあちゃんだったんですけれども、旦那さんはもう先に、亡くなられててということで、彼女曰くですね、老後施設の代わりにこのクルーズ船で世界一周をすると。で、そしてこのクルーズ船ですと医者ですとか看護婦さんっていうのは常に、便乗していますので、そこでまで健康に害があるのであれば必ずお世話してくれる人がいるということで、安心材料だったということですね。あとは毎月3食ちゃんと健康的なご飯も出ますので、諸費もね便乗しているということで、こちらも面白いライフスタイルだなという形で聞いておりました。はい。で、こちらは家に、こだわらない暮らし方ではないんですけれども、実際ですね、日本の年金をいただきながら、東南アジアのように、物価が低いところで、年金生活を送る方も多々いらっしゃいます。このいい例がマレーシアの MM2H さんですよね。皆さんいかがでしたでしょうか。今日のトピックは人生最大の買い物、マイホームを本当に購入すべきかどうかという話をしてきました。住宅購入とまた家賃のメリットとデメリットというのは相対するものだという
形で、理解できたと思います。はい。ご自身のライフスタイルや、価値観はね、人それぞれですので、一概にどちらがいいとは言えないと、そして正解不正解もないですよということですね。はい。こちらのチャンネルでは一般的なお金の情報、そしてマレーシアのお金の情報も発信しています。そして公式 LINE も始めましたので、こちら YouTube の概要欄の方にリンクを貼っておきます。こちらの方をクリックしていただいて、限定情報などを発信させていただきたいと思います。それでは皆さん、次回会う時まで。それでは、さようなら。失礼いたします。